りがとうございました。はい、乾杯。すいません。何飲みますか。何飲みます。じゃあとりあえずビールで。どうもお疲れ様です。なんかドッキリとかないですか。前回の真ん中からなんか嫌なことされたら初めまして志村です。早慶早稲田対慶応のクラシコっていうダービー戦があるみたいなんですけど、慶応なのに早稲田の人ともとにかく自分ごとに思わせて毎日連絡取って自分が早稲田からしたらうざくない誰みたいな、なんで毎日来るのみたいな。そこをなんとか思われないような声。いや思われてるから絶対思われてるから。お前って結構スパイだし。いや仲いい大丈夫そんなバチバチしてない。最初にコンタクト取ろうと思ったらどうなんだってやったらいっぱいいろんな人が来るじゃないですか。そこの最初に使ったメッセージっていうのが結構重要だと思うんですよ。そうですね。パッと一目見ただけで、まず長文なんですけど、そのパッと間接的な視野でも何か興味があるワードが入ってる。ワン東京はしてたんですか。いや、僕はそういう風な動きがあるっていうのは全く知らずに、僕の中で作る人を増やすっていう風な、ビジョンでクラブを持ちたいなっていう風にずっと思っていて、相談というか、何かアドバイスいただけないかなという風なことでメッセージを送らせていただいて。そういろんな人に送ってるんですか。もう長友さんとかにも。いや引っかかったみたいな。いや違う。いいっすよ全然本当に。本当にそのツイッターでつながったのは今回本当さん初めて。大丈夫今ツイッター見てフォローしてる人見て。大丈夫です本当に大丈夫です。よく見つけますね。不思議な人。すごいですね。ありがとうございます。一番不思議な人がいる。この感じで何にも当たって見つけてるんですか。たまたま行けって言ったら引っかかるみたいな。なんかフォークとかも。そうですね。一人目で大体 OK 出すんで。服とか買い物も1個目に見たやつを買うんで。選んでないじゃないですか。ただ見たもの買ってるだけなんです。そうです。選ばないんですよ。大丈夫ですかそれ奥さんの前で言えます。全然言えます。一目見てなっただけです。そういう意味ではほんまそうかもしれないです。いや。2020年テーマにしたいのがグループの人が一生懸命考えてくれたものに対して微妙だなって思ってるものが吸い上がってくるって人たちに本音ではって思ってるやつも妥協して合わせちゃって通しちゃうのとかをもうちょっとダメなものはダメって言えるようにしないとなってっていうのが2020年のもう30過ぎてますよね。2020年のテーマなんですね。だいぶかかりましたね。いやまだ2020年できる可能性は保証はないですよね。なんでできなかったんですか。ダメだって言った時に多分相当傷つくと思うんですよ。マジですか。ちょっと100倍もらっていいですか。でもどう断るか迷った顔してる今。特に僕は結構あっさりしてるところで言うとあんまり情が伝わってこないと断れるんですよ。今僕情全くなくなくなってました。情が感じられれば感じられるほどなんか背景を気にしてしまって、ちょっと財布出してください。悪用できです。もうグループの見ててとのやり取りがもう俺からしたらもう怖くて。
面白いのここだけです。今日も聞きましたね。見てないですけど、なんとなく想像ついちゃいました。結構でも僕ナウドゥの多分ナウドゥが本当に成功したらこの組織のあり方みたいな多分ね新しい形になるかもしれないです。新しいですね、確かに。そんな感じでよくドライブしてるよねみたいな。割とフルタイムじゃない人たちが大勢まあまあ僕も古谷さんもフルタイムじゃないしみたいなのでみんなでわちゃわちゃとネット上でやってて別にオフィスで顔合わせるのも特になくみたいな。ミーティングも大体オンラインで。だから会うの2回目ですよって。初めて全然そういう取り方じゃない。そうなんですね。IT 系だと割となんかネットで知り合った人同士でなんかアプリ作ったりサイトを作ったりとか、だから僕的にはよくあるパターンなんですけど、会社系だとあんまりない。まあ、そうですよね。そういう意味ではこの感じのチームでうまくやっていけてるのは西村さんのおかげです。いや間違いなく。もう完全なもうスペイン代表の中盤選手みたいな感じで全部をリンクしてくれてるんで。本当そうですよね。ひろきさん、本当にもう24時間なぜかスラックにいて、僕もめっちゃ頑張って今瞬発力を高めてるんですけど、僕突っ込もうと思ったらひろゆきタイピングみたいな。僕結構寝てるんですけど、時差があるところにいるんで、深夜とか確かに考えてちゃう。むしろ昼間とか超絶寝てるんですよ。確かに。いやでも24時間起きてるんじゃないかっていう参加の仕方をするんですよ。いやそうなんですよ。常にもうなんかもう多分もうなんかもう電脳世界にいるんじゃないかぐらいのレスポンスの速さを。僕3時間に1回宝箱を開けなきゃいけないって仕事があって、で割とタイマーをかけて起きて宝箱開けたりする。そのついでにスラックチェックしたり。なるほどね。そのソシャゲがいい方向に。ゲームですか？クラロワの宝箱。ソシャゲってそんなにいい話あったんですね。明日からやろう。僕がサッカー選手の経営者向いてると思うのは、判断がめちゃくちゃ早い。1秒待ったら死ぬスポーツをやってるから。まあ、そうですね。それ西村さん僕でやり取りしてて感じることあります？だから僕もゲームやるから早いんですけど、本田さんは基本オンライン上で何かを聞いて答えられる状況だとすぐに「はい」か「いい」を言う、ちょっと考えますとかないで、間違えてもいいから言う。で多分サッカーってそうなんだろうなと思って、間違えるスポーツですからね。足でやるスポーツですから。DM 開放の話もナウドゥで生徒集めなきゃねって10人集まってて、で結構やり取りが大変で、津田さんが一生懸命やり取りして1人ずつこう入れしたら突然「増やすわ!」って言って DM バーンってあげて、でなんか応募が10人単位だったのに100人200人とかしてもうみんな必死ですよ。どうすんのどうすんの。とりあえず今日170名に合意出したんですよ。もう合意出しました。とりあえずやりますだけは送りました。あとどうするか今から。いやなんかすごい僕の DM にこれってダメだったらダメだったんで連絡来るんでしょうかっていうのが結構来るので、選ばれなかったってことでしょうかみたいな。で返したんですよね。みんな今選考中なんでお待ちくださいみたいな感じで僕言っておきました。結局何件来たんですか？なんか5000とか7000ってメディアの報道僕の方には5000ぐらい来て、本当狂ってるなと思って。最初なんか1000来たって止めりゃいいのに開けっぱなしでと。そうなんですよ。ちょうど開けた時に練習15分前なんですよ。だから練習終わってから閉じようっていう意思決定をもう自分の中でして練習行くわけですよ。帰ってきたら閉じて、一応なんかそれも告知必要かなと思ってあと30分で閉じますみたいな言ってるんですよね。5000来たんでちょっと他の仕事できないですとか何やってんだこれ。そりゃ来るだろう。多いっすよね。良くも悪くもおかしな一般な家庭でした。僕殴られなかった日ないんで。あ、マジですか？日常でした。だからダウンタウンの浜田さんが横にいるみたいな感じのマジで怒ってるバージョンでした。笑いないんで。浜田さんは面白いからいいじゃないですか。ガチだから突っ込むタイミングでバチンやってるんで、しかも笑いが生まれない。それ何か悪さをしたから僕も多分やんちゃしてたんでしょうし、短気でしたし、どっちもですね。
でも本当例えばどんな一コマがあるかっていうと、漫画読むじゃないですか。で漫画読んでる途中のやつをそのまんま片付けなかってもダメです。あ、それでなくなる。それで僕も言うんで、片付けろって言われて、いや後で読むからちゃうわけ、今やれみたいなことになるんですよ。その一発なんですよ。だからもうちょっと痛いなと思いながらイラッとしながら、もうだって僕が小6とか中1だったら僕の方が強いんですよ。おばあちゃんなんで。あ、おばあちゃん。おばあちゃんの話ですね。おじいちゃんはもうダメですよ。もうおじいちゃんも想像してほしいのは巨人の星です。もうバーンいきます。何回もやってます。でもう風元気がすごいんで、おばあちゃんも負けないんで、僕はもういつもで飲むのが嫌なんですよ。知らんなんです。でも僕は飲まして気持ち悪く寝させたい。ああ、やっぱ飲む人が寝るから。すごい。子供がそんな知恵を働かせるんだ。小学校とか。3つですか。優しいですよ。犯人優しかったですけど毎日喧嘩してました。で優しいと喧嘩する。なんですか。喧嘩はするじゃないですか。仲いい方が喧嘩するみたいな。で僕がとにかくひどかったです。例えばファミコンでファミスタのフォークあるの分かります？あれ年下の弟打てないんですよ絶対。あんなん何回投げられてもストレートやと思ってるんで、毎回ボタンをとにかくアホのように猿のように押してるんです。じゃあ毎回三振ですよ。そのたんびに僕はもうゲームをプチンで消すんですよ。そのたんびに喧嘩ですよ。なんでお前消すねんってなるわけですよ。そんな少年でした。もうそっから殴り合いです。で僕も向かっていく。それでフォークが来るからフォークを打たないでしょって練習に行かなかったんですよ。アホなんでしょうね。動体視力とかいいのにな。いやでも僕小さかったからかな、わかんないですけど全然打てなかった記憶しかないです。ファミスタで勝てた記憶がないです。でもフォーク必ず多分遅いから。そうなんですよ。今振り返ったらまさにそう。なんであれ最後まで見えへんの？やりましたよ170。やってみせますよ。話して結構いけるっていう形はなんとかなりそうな気は。やりますよ。